皆さん、報告があります。全米将棋選手権で優勝しました。今回は決勝の事前棋解説をしていきます。相手は坊主五段の居飛車党で、序盤、中盤、終盤、どれも隙のない手堅い棋風です。持ち時間は20分、切れたら秒読み40秒。そしてこちらが先手番で対局が始まりました。こちらは先手の丸三間飛車を選択しました。で、相手角道を開けてきましたが、ここで玉が上がる手がポイントになってきます。角道を止めない手の理由としては、相手の居飛車穴熊を牽制した意味があります。相手から止めてくれば、こちらの角道は通った状態を維持できますし、止めずに駒組み進めるといつでも角交換をできるので、そういった意味合いがあります。で、とりあえず玉を寄って端歩の交換をしに行きます。ここで端歩を受けずに穴熊を目指すのか、もしくは1回交換を入れるのか、それを相手に聞いた意味です。で、相手もまだ序盤早いので受けてきました。で、これを見て角道を止めると。この辺りが、ちょっとした工夫ですね。で、相手玉を寄ってきて、銀を上がってと。この辺りは序盤なので、手は広いです。相手も角道を上がったので、対振り持久戦。やはり決勝で負けたくないので、硬い陣形を選ぶのは当然の選択だと思います。で、こちらはまだ囲いを決めずに待っておきます。美濃囲いにするのか、1八香から穴熊を目指すのか、その択を残したまま駒組み進めておきました。この金上がりもそうですね。やはり3八銀と上がるのか、香を上がるのか、その選択肢を残したまま駒組み進めましたが、ここまで来ると他に指す手も難しいので、穴熊目指しておきます。で、お相手銀冠と、銀冠のまま戦うのか、穴熊まで行くのかは決められるので、銀冠穴熊は有力だと思います。で、中央の歩ついてきましたが、これはいらなかったかなと思います。つかずに、一手、穴熊を急いだ方が、金寄せるか、銀引くとか、または、1、2強で穴熊を目指したり、どちらの方が良かったかなと思います。ただ別に悪手というわけではないので、大丈夫だと思います。で、銀上がって穴熊のハッチを締めます。この辺りは序盤なので、やはり、手は広いですね。組み合わせがいろいろありまして、こちらも金、3九金ではなく4八金を先に寄ったりだとか、3六歩から、角を転換筋を狙ったり、いろいろ手段は広いです。さあ、お相手ここで歩をついてきましたが、これは、一つ主張を作りに行った意味ですね。終盤、2六歩同歩、2七歩、銀の頭に歩を叩いていく筋が生じるので、そういった意味があったでしょうか。こちらは、一回金寄りですね。一回金寄っていきました。変えて3六歩もあったと思います。できるだけ選択肢は残しておきたいので、この辺り時間結構使っていましたね。20分あると、時間を使うのが難しいですが、不利なまま中終盤に入ってしまうと、逆転しづらいので、序盤から結構神経を使っていましたね。で、3六歩とついておきました。
この3八金と寄らない意味としては、角出られた時に銀が受け駒になっているので、そういった意味があります。3六歩も将来的に必要な手で、3五桂を消したりだとか、また3五歩同歩と、突き捨てたりといった狙いもあるので、そんな相手だと思います。で、おいて歩を突いていきました。金冠穴熊目指すなら、金は寄っていった方が硬いので、この辺りは工夫だったのかなと思います。2五歩もついているので、穴熊ではなく金冠で玉頭の厚みを生かす展開を目指しているのかなと、思いましたね。さあ、ここ金寄って待っておきます。相手も歩ついたので金を上がってと、この辺りは互角の戦いだと思います。お互い主張があって、こちらはとにかく玉の硬さが主張です。また相手は玉形が手厚いので、玉頭戦に持ち込む展開が相手の勝ち筋の一つだったと思います。さあ、ここで角引いていきましたが、少し評価値は下がっていますね。相手も角を出て桂跳ねと、そういった使い方がありそうなので、その筋を先に消して歩ついておく手もあったようです。こちらも有力だったと思いますが、角引いておきました。こちらは石取りを目指したいところですが、すぐにやってしまうと、角引いて、銀出てと、こういう展開になると、相手の方が展開が分かりやすいので、相手が勝ちやすいと思います。相手は適当に受け止めて、飛車先を突破するだけと、展開としては相手が勝ちやすいと思います。なので、こういった展開を避けて、先に角を引いておきました。で、4八銀もあったようですが、それだと角を使いづらいので、4六歩と突いておきました。さあ、ソフトは4五歩を示していますが、3三桂と4五歩、どちらもあったと思います。で、6八角ですね。6八角を示していますが、ただ、5九に引いた角を6八に使うのは、手損になるので、やりづらいです。ということで、飛車先に伸ばしておきました。さあ、ここでお相手いい手指しましたね。それが4四5桂と跳ねる手で、これは同歩と取ってしまうと角成りで、銀桂交換の駒損になってしまいます。で、ソフトは4八銀を示していますね。水晶も同じ順を示していましたが、角でられた時に、金を上がっておいて、で、ここで逃げてしまうと、飛車先交換から一歩を入手して、例えばこういう展開になった時に、次4六歩と打つ手段があります。なので、ここまで来ると有利ですが、ただ穴熊なので、どうでしょう。硬さを生かす展開を、本譜を目指しました。ただ、金を上がると角成りがあります。角成りがあって、同金ですね。同金と取った時に、じっと飛車浮きで受けられると、穴熊の硬さを生かせていないので、相手の方が実戦的に勝ちやすいと思います。すぐに手貸しの展開にはなりませんし、相手も銀打ちから、5八銀ならずなどの狙いもあって、実戦的にかなり勝ちづらかったと思います。
といった読みもあって、ここは取らずに、そして銀も引かずに4八金と上がりました。評価値はかなり下がっていますが、攻めの銀と、守りの桂の交換ですので、そこまで損ではないかなという判断ですね。ただ評価値はかなり低いので、次は指しませんが、ただ振り飛車なので、評価値多少悪くても仕方ないですね。さあ、相手4五歩とついていきましたね。これはもちろん取れないのですが、次4六と取り込まれても、そこまで厳しい手がないので、放置して7四歩突いておきました。で、同歩と。進んだ時に、平凡に同飛車から一歩交換しても、相手に主張が多すぎるので、これだと分かりやすく不利ですね。例えば単純に取り込まれるだけでも厳しいと思います。このくらいで、かなり勝ちづらくなっていますね。相手玉は厚みがすごいですし、特に遊び駒もないので、これだと、こちらに主張がないと思います。ということで、本譜桂使っていきました。これは自分らしさが出ているかなと思います。振り飛車なので、飛車角桂全部さばければ、多少駒損していても、互角だったりと、いう展開もあるので、桂跳ねて、桂を使っていきました。で、お相手桂跳ねを阻止して、6四歩とついてきましたが、ここは当然6五歩と仕掛けていきますね。さあ、ここでお相手歩つく手あったようです。もちろん、選択肢の中には入るのですが、このようになった時に、どうでしょう。次、桂跳ねから、例えばですと、こう進んだ時に、相手としてもかなり嫌な形かなと思います。飛車角、桂全部さばけていますし、次、と金も作られそうと。一例としてこういう筋もあったので、8六歩は、当然に見えて指しづらい意味合いがあったと思います。さあ、相手歩を取り込んで、こちらも自然な手ですね。で、桂を使わなければいけないので、一旦取り込んで、同銀とさせておきました。この局面を冷静に見ると、銀桂交換で、駒損ですが、相手の桂が遊んでいるので、駒の働きで差をつけておけば、駒損を覆せるかなという判断でした。さあ、角はここにいてもあまり意味ないので、一回上がって、この辺りは相手としても手が難しかったかなと思います。8六歩は、この局面だと少し遅そうですし、少し遅そうですね。ですし、最善手は6六歩と示していて、これは指されてみるとかなり嫌な手ですね。歩打つ手は、もちろん飛車先突破が加速しますし、飛車の横利きにも止まっているので、歩はさせませんね。また、同金と取っても、歩を成る手があります。さらに6八飛車と回っても歩を成って、これもこれで、実戦的に戦えていそうですが、相手も遊び込まないので、さすがに相手は優勢という展開でした。この7三銀打つ手は、やや見えませんね。7三銀しっかりしている手ですが、指しづらいです。さあ、話がそれましたが、6六もあったと思います。で、本譜、
銀打ってきましたが、これは少し疑問視だったと思います。次、金出ても、金出てもそこまで厳しい手がないですし、例えば歩ついておいて、金出られても、すぐに銀取られるわけではないので、こういった展開もあったと思います。また歩突きに対して飛車を回ると、平凡に攻められた時に金出て銀打ちと、こういう筋もあるので、こちらからは攻めづらいですね。ただ形勢は互角になっています。さあということで銀を打って位を抑えましたが、この辺りで互角、実践的に互角になったと思います。で、飛車を回って歩ついてきました。これは疑問集ですね。明確な疑問集だと思います。ただ変えて指しても難しかったと思うので、こちらがうまく、勝負に持ち込んだと言えるでしょうか。歩ついてきましたが、4六金とぶつけておいて、これだと穴熊の硬さがいきそうな展開ですね。で、お相手歩、鋭い手が飛んできました。さあ、ここの歩は非常に危ない手で、2つ手がありますが、それ以外の手だと一気に負けになってしまいます。その2つというのが、1つ銀を取る手。これなら互角を維持できるので、実践的に戦いやすいと。本譜を進みましたが、もう一つは飛車を回る手ですね。飛車を回って、金取られても角を出れます。そこで歩を打って攻め合う展開。こういった順がありますね。ただ、同飛車はダメです。同飛車は金を取られた時に、飛車を切るしかないですが、こう進みまして、相手の陣形に特に隙間ないですし、遊び駒もないと。また、こちらは2枚穴熊で薄い形ですし、相手の玉も手厚いので、これだと負けになってしまいます。実戦的にも勝ちづらいですね。ということがあって、4五金を選びましたね。変えて3八飛車も有力なのですが、3八飛車ですと、1枚拠点ができてしまうので、穴熊の戦いだと1枚の拠点は、金銀を1枚減らされるのと同じぐらい痛いです。ということで、この歩は逃げずに銀を取っておきました。さあ形勢は互角なので実践的に優勢といったところでしょうか。さあ、ここで、単に飛車を打つ手があって、それならギリギリバランスを保っていっていたようです。飛車を打って銀に紐をつけておけば、こちらの攻めは金、銀、桂、そして角と4枚の攻めになっていますね。それで攻めはつながっていたと思いますが、ただミスすると一瞬で切れてしまうと、そういった難しさもあったと思います。さあ、ただお相手飛車打ちから、理由を作ってきましたね。ここは指しやすくなっていると思います。玉形が硬いので攻めさえつなげれば勝てる展開ですし、相手も竜が、銀が負担になっているので竜が動けないと、この辺りは勝ちやすくなっていると思います。で、一旦拠点を作ってから、金寄って、3五桂が最善と示していますが、3五桂だと、同角同金3四歩と粘られた時に
案外手が難しいんですね。例えばもう一度歩を打たれたりしても、そこまで手が分かりやすい展開ではないので、こういった展開を嫌って3四歩と打っておきました。これだと、取るしかないので、読みやすいですね。実践的に読みやすい方が、勝てるかなという判断で3四歩打っておきました。そして、同金、3四同金、同銀と進みましたね。最善を指してはいないので、評価値少し下がっていますが、ただ相手の陣形を薄くできたので、実践的に、最善中連発していますね。さあ、そして桂を打ちましたが、ここは不利、劣勢まで戻っています。で、桂打ちに対して角を成る手最善手で、もちろんあると思いますが、ただここで焦点の歩を打つ手が相手からするともしかしたら気になったかもしれません。同馬ですと、銀が浮きますし、同竜ですと、馬が働かないので、一回受けたりしてから、歩は打てませんが、一回受けるか、もしくは攻め合うかで、この瞬間馬が働いていないので、相手としても指しづらかったかなと思います。そして、角引きましたが、これは優勢になっていますね。実戦的にも、形勢も優勢となっています。こちらは金、桂、角と3枚の攻めですが、と金を作れれば4枚目が生じるので、その展開を目指して金を打っておきました。で、これに対して3三金と打てばまだ粘れたようです。千日手含みに粘っておけばまだ戦えたようですが、銀上がりましたね。銀上がる手は、どうだったでしょうか。粘るなら金打って粘る方が良かったと思います。ただ、相手としても悔しいので勝ちに行くなら金上がってきました。後画面に来ましたが、ただ3三歩がかなり厳しいです。逃げる手は、引く手は歩成ってと金作れますし、また金寄る手も、どうでしょう。角切ってから2三銀などもありえそうですね。金寄りが最善と。なるほど。金寄り厳しいですね。金寄って、桂取られたりしても、平凡に同金ぐらいで問題ないと思います。さあ、という展開もあって、この歩は取るしかないですが、同角と取ってきましたね。守備力の高い金を残すのは、手段として強いと思います。で、取って、同金でしたね。同玉もあったと思いますが、同金で、これに対して3四歩、これもまた厳しい手です。逃げると拠点になるので、例えば角を切って、3三銀と打つくらいで厳しいですし、本譜取ってきましたが、これでもと金ができると。そしてお相手もう攻めが切れないので攻め合ってきましたが、ここは手が広いですね。どう決めに行くかですが、一回一手の攻めに対して一手の受けで同歩と取っておきました。最善ではなくとも、よほど変な手を指さない限り負けないという判断でしっかりと、悪手を回避していきます。で、
歩を打って攻め合っていきましたが、これに対しては、とりあえず同金と取って、お相手の金打ちにも同角と取っておきました。基本的に穴熊では、打つか取るか、その2択ですね。なので、歩の攻めだけを気をつければ、基本的に負けません。ということで、とりあえず何でも取って、ここで攻める手番が回ってきました。どう攻めるかですが、最善手は2四金を示していますね。相手からの詰めろが飛んでこないのと、次金を取れば相手玉が、詰めろになるので、2四金が少し遅いように見えてかなり早いです。ということでこちら、歩を打って攻めておきました。歩を打った手の狙いとしては、3二歩成、もしくは3一角ですね、を狙っていますが、ただ置いて歩を叩いていきました。こちらは、王手ではないので、一回3二歩成、同飛車を入れてから、戻しておきました。どうなんでしょう。この交換は、得だと判断しましたが、平凡に飛車を取っておく手もあったと思います。最善手は飛車を取る手ですが、ただ取ってしまうと、相手の玉が広いので、攻めが難しくなってしまいます。ということで、飛車を取る味を残しつつ、一回手を戻しておきました。実戦的に相手の玉が狭い方が勝ちやすいので、取らずに手を戻しておきました。と金がいるとやはり攻めやすいので、実戦的に悪くないと思います。で、底歩を打てばもう完全に Z の形ですね。絶対に詰まないので、この後は攻めるだけと分かりやすくなったと思います。さあ、その後、3三歩は2歩になって打てませんが、6二歩があります。相手からすると非常に厄介な手で、放置すると飛車の動きが止まっていますし、同飛車と取っても、角打ちがあると。そういった非常に厄介な手になっています。こういう手筋をさせるといいですね。で、歩打ちに対して、受けは難しいですが、金打ってきました。ここはどう決めるかですが、金打ちもあったようですね。ただ、4四角と打っておきました。これに対して3三歩と打てればまだ粘れそうですが、相手も歩を使っているので2歩になってしまいます。で、打てないので仕方なく同金ですが、ここはもう分かりやすくなっていますね。金を打って、玉を引いてもと金を入れば詰むので、端に追いやってから、金を取っておきました。と金で取る手もありますが、桂でもどちらでも十分そうですね。こちらの玉には詰めろがまずかからないので、2手すきくらいでも十分間に合うと思います。次2三金の詰めろがありますね。ただ、受けも難しいです。歩打ってきましたが、桂成で、もう4枚の攻めになっているので、攻めは切れませんし、こちらの玉は王手もかからず、詰めろすらかからない格好と、最後は大差になっています。で、角を打って形作りをしましたが、ここはしっかりと詰まして勝ちですね。で、金打ちに対して投了となりました。本局は全体を通して、序中盤は、リードを握られていますが、ただ終盤は玉形を生かして大差となっています。解説でも実践的という言葉を、繰り返しているように、あくまでもそれを重視して戦い続けました。
やはり決勝という舞台で勝ちやすい選択をするのも大事だったかなと思います。そしてそれが勝因につながりましたね。実は決勝の対戦相手とは事前に2局対戦していて、その2局とも負けています。本局を通して一番印象的なのがこの桂跳ねですかね。この桂跳ねは自分らしさが出ているかなと思います。やはり振り飛車は駒の効率が大事なので、駒損していても実践的に十分に戦えるという対局眼が勝利につながったかなと思います。去年の大会ではベスト4に残ったのですが、その後準決勝、3位決定戦と2つとも負けてしまって、結果4位となりましたが、今回は準決勝で1勝した後は比較的気楽にさせたかなと思います。相手の方が格上なので、どこまで戦えるのかというのを試してみたかった。そのくらいの気持ちで戦えたのが、勝ちにつながったのかなと思いました。応援してくださった方々、本当にありがとうございます。それでは以上になります。ありがとうございました。